自分はただ流れに乗っていけばいいだけ、来たピースをただ順番にはめていけばいいだけという感覚になります。はい、皆様こんにちは。大福まめこです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は願望実現の仕組みについて分かりやすくお話ししたいと思います。これが分かると誰でも願いを叶えることができるんだってことが腑に落ちますよ。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは引き寄せの法則や潜在意識、心理学などをもとに目には見えないけれど幸せになるために大切なことを分かりやすくお話ししています。グッドボタンとチャンネル登録、そして通知のベルボタンもよろしくお願いいたします。各種 SNS もフォローよろしくお願いいたします。はい。では今回は願望実現はパズル、あなたはピースをはめるだけというテーマでお話ししたいと思います。前回は引き寄せの法則について動画を配信しました。引き寄せたいなら追うなというこちらのサムネイルね。一見当たり前のようなんですけど、私たちがつい無意識でやってしまう逆効果になる行動や意識の持ち方についてお話ししてみました。その内容がすごくわかりやすくてよかったとか、神動画ですとか、保存して何度も繰り返し見ますっていうね、コメントたくさんいただいたんです。特にこの動画の後半でお話ししたある部分がとってもね、皆さんの気づきになったっていうお声をたくさんいただいたので、今回はその部分をさらに深掘りして解説してみようと思います。前回の動画を見られた方もまだご覧になっていない方もここをベースにお話ししていきますので、まずはその部分をもう一度ご覧ください。人生を変えるような引き寄せというのはある時突然起こるように見えますが、実はこうした小さな準備の積み重ねがあればこそ起こるものなんです。波動が整う生活が習慣になっているからこそ、ここぞという時に奇跡を起こせるんです。奇跡って遠い遠いところにあるのではなく、自分の中にすでに小さなピースがあるんです。それに気づくことができれば必死に追いかけなくてもいいんです。そのピースをね、大切にしていると他のピースたちがどんどん集まってきて、大きな一枚のパズルになって奇跡の絵が完成します。願望実現というのはまさにこのパズルを作るようなもので、大好きなことややりたいことに夢中になって取り組んでいる時って、ただ目の前のことに集中できているはずです。追いかけるというのは未来ばかり気にして、自分が今できることをおざなりにして、完成したパズルを探しにね、今作りかけのパズルを放り出して席を立つようなものなんです。なので今ここに視点を置くこと、絶対にうまくいくから大丈夫って安心して今目の前のことに集中することを心がけてみてください。はい、ということでね、前回の動画の一部分をご覧いただきました。ではこの願望実現とはパズルを作るようなものだというのはどういうことなのか、今回の動画でさらに詳しくご説明していきましょう。ジグソーパズルって皆さんやったことありますか？私はね、最初に作ったのは大学時代、一人暮らしのワンルームのアパートだったんですけど、飾りたい好きな写真があったんです。ある有名なね、海外のカメラマンさんが撮影した女性の写真なんですけど、そのパズルを偶然見つけたので買ってきて作りました。その後もね、いくつかパズルを作ったんですけど、私ね、結構ね、細かい作業とか物を作るのが好きなので、結構ね、集中して短期間で仕上げちゃうんです。パズルってね、小さなピースをね、決まった場所に一個一個はめていって、で全部はまると一枚の大きな絵になりますよね。その絵の大きさによってね、ピースの数は違いますし、絵がね、複雑なほど難しくなるのかな。でもね、余白の多いものもね、例えば海とか空とかね、この色の変化がないものほど、これがまたね、難しいんですよ。ピースがどれも同じに見えちゃってね、区別がつきにくいんですよね。でね、絵柄が何にもないただの真っ白なね、宇宙パズルっていうのもあるらしいです。名前がいいじゃないですか。宇宙パズル。究極のシンプルであるがゆえに奥深いというね、ピースの形だけで判別しないといけないので、めっちゃね、難易度が高くて難しそうだからこそ面白そうですよね。ジグソーパズルってやったことがないときはもうパッと見だけでね、うわーめちゃくちゃ難しそう、私なんて絶対無理とかね、もう根気がないと続けられないわって思いそうですよね。でもこれがやってみるとね、なかなか面白いんですよ。こういうね、小さいピースをね、一個一個はめていくんですけど、目の前に作業に集中してね、コツコツやらないと出来上がらないんです。色とかね、形が似ているピースがたくさんありますし、はめてみてね、違うと思ったらまた別のを探してね、でそこにしかはまらないたった一つを見つけるわけです。
でね、私願望実現もまさにこのパズルみたいなものだなって思ったんです。自分の夢とか願いっていくつものピースで成り立っています。いろんな条件やタイミング、チャンスやスキル、過去の経験だったり、自分に合っているかとか、叶う時期とか人との出会いとかね、それらが全部ぴったりあるべきところにはまった時に一枚の絵が完成する。つまり願いが叶うわけです。まるで人生そのものですよね。そしてそれらのピースは全部一度にはめることはできません。一個一個ね、はめていって最後のピースがはまればようやく一枚の大きな絵が完成します。それにはある程度の時間はかかりますし、ピースをはめていくっていう継続した行動が必要になりますよね。引き寄せの法則とかの願望実現ってなぜかいっぺんに大きな絵がある時突然出来上がってしまうものだっていうね、錯覚をしてらっしゃる方が多いと思います。でもね、それって最後のピースをはめるその瞬間だけを夢見て、プロセスを面倒があって結果だけを求めているわけですよ。でもね、実際にはこの一つ一つのピースをはめていく工程が必要になります。引き寄せの法則などの願望実現を学び始めた時って、ある時突然奇跡がね、降って湧いたように起こるような気がしますけど、実はそれまでの準備をしているからこそ奇跡って起きるんです。何の準備もなく行動もしていない人が意識を変えただけである時突然願いが叶うなんていうことはありえません。ただね、行動しないで楽にもう意識を変えただけでね、願いが叶ってほしいって思う人がとっても多いので、人目をね集めるためにそういう言い方をねするものもあると思うんですけど、どんな場合でもね、急激に現状が好転したように見える場合は必ずそれまでにしっかりとした準備期間があったはずです。そこをすっ飛ばしてね、ある時突然一枚の絵が完成するなんてことはないです。この地球は物理法則で成り立っていますからね。ただ目の前のピースに全集中して直感に従ってこのピースをねはめ続けていると、ある時から感覚が冴え渡ってくる時があります。特に誰に習ったわけでもないのに、これは外枠から作っていけばいいんだなとか、ここにはこれがはまるんじゃないかなとか、この形のピースが来たら次はこれだなとかね、ピンとくるようになるんです。そしてそのピースをはめるスピードが上がってくるっていうことはね、実際にあります。そしてこの直感っていうのはやればやるほど冴えてくるので上手になるんですよ。職人さんとかね、料理人さんとか、あとスポーツ選手とかね、自然相手の農家の方とかね、経験によって磨かれる独自の感っていうのがあると思います。で、願望実現というのもこれと同じことで、とにかく目の前の今ここに集中して自分の今ある感覚や知識、経験などから手持ちのピースを直感に従ってどんどんはめていく。つまり今自分にできること、目の前のことをどんどんやっていくと感覚が冴えてくるんですね。次に何をすればいいのか、どのピースをどんなタイミングではめればいいのかが直感的に分かるようになります。そして次のピースがまるで手のひらに吸い付いてくるようになります。目の前に来たことを次々に受け取って流れに従って行動していくと、向こうからチャンスやヒントがどんどんやってきて、自分はただ流れに乗っていけばいいだけ、来たピースをただ順番にはめていけばいいだけという感覚になります。前回の動画でも言いましたけど、人目を気にしたり完成を焦って目の前のね、今作りかけのパズルを放り出して完成したパズルを探しに追いかけていっちゃう人が多いんですけど、それって未来に視点が向いちゃってるんですね。今ここに意識がないんです。つまり引き寄せる前にこちらから追いかけてしまって魂がお留守になっているということなんですね。追いかければ追いかけるほどピースは見つからないし、完成までさらに時間がかかってしまうことになって願いは余計叶えづらくなります。今ここの目の前のパズルに集中していれば遠くまで探しに行く必要がないですし、ピースが足りないとか見つけられないとかそういったことが一切なくなります。必要なピースはあなたの中にすでにあるんです。何も心配しなくていいんだ。過不足なくちゃんと自分に全部与えられてるんだ。もう自分には必要なものは全て揃っていて、あとはつなげていけばいいだけなんだなということがわかります。でね、願望実現をパズルに見立てたのにはもう一つこんな理由があります。それは何かというと、どんな絵を作るのかを自分で最初に選べるからです。何を叶えたいのか、どんな自分になりたいのか、願いを叶えた時どんな景色が広がっているのか、願いという全体像をまず決める、選ぶことが大切になります。
あなたが選んだものが絵になるわけですね。全体像がわからないと作れないんですよ、パズルって。でね、自分が好きで作りたいパズルじゃないとなかなかこのやる気って湧かないんですよ。可愛いキャラクターのパズルがね好きな人もいれば、風景が好きな方もいるでしょ。人からこれ作りなさいって言われたものとか、これやっといた方が得になりそうだからとか、安いからとかね、そういう本音とは違う部分で決めたことってなかなかこの情熱のエネルギーが乗らないんですよね。パズルなんてね、あんなに時間がかかるし、もう細かくってね、めんどくさいでしょ。それなのにね、自分の好きな絵でもないし、自分で決めたわけでもなかったら、人からね、やれやれって言われたってモチベーション上がらないでしょ。もう細かい作業がもう苦痛でしかないと思うんですよ。もう罰ゲームみたいですよね。でも好きな絵でね、自分の部屋に飾るために自分で選んだものだったらやる気が出るでしょ。これと同じで、自分の願いを自分の本音で決めて、最後はこんな絵になるんだってイメージをして、絶対そうなる、叶うって決めてしまえばいいんです。そしてパズルはピースをはめれば誰でも作れるのと一緒で、願いって誰でも叶えられるんです。ピースをはめることを途中で諦めなければですけどね。パズルってもうピースが揃ってるんだから仕上がらないってことは絶対にないんですね。人によってね、時間がかかったり迷ったりすることはあっても、時間さえかければ誰でも仕上がるんです。願望実現もそれと一緒。安心してリラックスして、どうせやるんだったらその作ってる時間も楽しめばいいんです。そして一つ一つのピースというのは、あなたがこれまでの人生の中で得られた小さな幸せとか成功体験、失敗体験など、あなたが経験したことのすべてです。そのどれもがあなたという人間を作っている大切なピースで、どれ一つとっても無駄ではなくて、最後に大きな一枚の絵になるために全部が必要だったってことが後になってわかるんです。過去の辛かったことも、悩み迷ったことも、苦しかったことも、失ってしまった悲しみも、出会ってそして別れた人たちも、その全てがあなたが願いを叶えるために必要なピースだったということです。それを私たちは丁寧に寄せ集めて、一個一個はめていく作業をしています。それが願望実現であり、奇跡という名の大きな一枚の絵を完成させるために必要なプロセスになります。パズルを近くで見ていると、大きな絵が出来上がるのは遠い遠い先のように思えてくるかもしれません。未来のことを思うとね、作業がとっても辛くて長く感じることもあるでしょう。でも目の前のことに集中して、どんどんピースがはまっていくのが面白く感じてくると、この作業そのものがどんどん楽しくなってくるんですね。つまり結果はどうあれ、今パズルを作っているこの瞬間が楽しいわけです。もうこうなったら締めたもの、叶ったも同然です。結果に執着しないで、時間も忘れて夢中になっている。これこそが願望実現に一番大切な引き寄せ波動なんです。自分は何にもしたくないけど絵は完成させたい、それも早く仕上げたいという人はパズルの面白さを知らない人です。つまり人生の面白さを分かっていないということになります。そして失敗を恐れて行動できない人というのは、その失敗さえも願望実現のために必要なピースだということに気づいていないんです。その失敗をしてしまったら絵が完成しないんじゃないかって恐れてるのね。でもそうではなくって、失敗すらも実は経験というとっても大切なピースで、失うものは何一つなくて得るものしかないということがわかります。そして経験をしないことの方がリスクであって、恐れや不安によって実現を遠ざけ、時間を無駄にしているだけだということがわかります。合わないピースを見つけたら次のピースを探せばいいだけでしょ。これが合わなかったらどうしようってね、はめてみなかったら違うかどうかも分かりませんからね。さっさとね、はめてみて、あ、違ったって分かって、じゃあ次ってね、別のピースを探せばいいだけです。傷ついてね、くよくよして、もう愚痴や不満をねずっと言っている暇があったら、とっとと失敗してさっさと次のピースを探して選んではめる、もうこれだけです。皆さんが失敗を恐れたり、あと取り返しのつかないことになったらどうしようってね恐れてるのは、このピースの裏にね最初に接着剤を塗ってからはめようとしてるみたいなことなんです。パズルってね、こう全部ピースをはめてもう完成してから、液体状の糊をね上から垂らして、こう全体にヘラで広げてくっつけるんですよ。
ですからこのやり方をね事前に調べておく、こういった準備っていうのが大事なんです。あとはねこう作りやすいようにテーブルの上をね片付けておいたりとか、あと糊でね下が汚れないように何か引いておくとか、あと飲み物をねこぼさないようにテーブルの上に置かないとかね、これってね全部準備でしょ。願望実現もこの環境を整えたりね、あといらないものを断捨離したり、一人のねゆっくり作れる時間を作ったり、一番効率的なやり方をねああでもないこうでもないって研究してみたり、こういうね準備を整える、環境を整えるっていうこともとっても大切なんです。冒頭で準備が整っている人のところに奇跡はやってくるって言ったのはこういうことなんです。でね、周りの人に今私パズル作ってるんだなんて言うとね、同じ趣味の人が集まってきたりします。現実でもね、自分のやっていることをこうブログとかね YouTube とか SNS にアップしたりすると、共感してくれる人とか応援してくれる人が集まってきたりしてね、一緒にねピースを探すのを手伝ってくれたり、こっち私やろうかなんてね分担してくれる人が出てきたり、おしゃべりをね楽しんでいるうちに気づいたらいつの間にか完成してたなんていうこともあります。あとはねこうパズルを作ってる時にふっとね、もう私こんなことしてて何になるんだろうとかね、本当に出来上がるんだろうか、もういつになったら仕上がるんだろうなんてね、こう不安になることもあると思うんです。これもね現実世界でこう引き寄せの法則とか、開運行動とか、あと瞑想とかにね取り組んでいるんだけど、いつになったら叶うんだろうって未来のことを考えちゃうとね気が遠くなりそうになったりしますよね。でもそれって今ここに集中していないからです。未来のことにばかり意識が向いちゃってるからですね。そういう時にはパズルを作っているこの自分を見ているもう一人の自分、つまり神視点になってみることが大切です。ぐーっとね視点を上げて視野を広くしてみるとね、絵の全体像が見えてきます。そしたら自分が今どのあたりまで作ってきたかがわかりますよね。でね、高いこう上から眺めてみると、ところどころね穴が開いていたりして仕上がってなくても、結構進んできたじゃん、よくここまでやってきたなって思えるんですよ。そうするとねここまで頑張ってきた自分が愛おしくなって、ここまでのね歩いてきた過程すらも愛おしく思えて、頑張ったね偉いねってね自分を褒めてあげたくなります。私で言うとね YouTube で今まで作ってきた動画のね一覧をこうやってねずっと眺めているとね、私よくこんなにたくさん作ってきたなって自分を褒めたくなるんです。そしてね紙視点で見て、で1枚の絵の手のつけていないところが分かれば、あとはそこを埋めるだけです。苦手意識があって後回しにしてきたことを思い切ってやってみましょう。するとねさっき集まってきた仲間たちが手伝ってくれるかもしれませんし、何かいいヒントやチャンスがやってきて、意外とね思ったよりスイスイハマるかもしれません。そこさえ仕上がればもう全体像が見えてきますから、あとは簡単、自信がついてスイスイできるようになります。願望実現って本当にね点と点が線につながるようなもので、一つ一つのピースがねあるべき場所にちゃんとはまって一枚の絵に仕上がるようなものなんです。ですから過去に失敗したこと、後悔しているようなこと、忘れてしまいたいような記憶なんかも全部あったからこそ大きな夢が叶うようになってるんです。すべてが必要なことで、どれ一つかけても絵にならないんです。そう思うと通り過ぎてきたものとか、人とかねすべての場面が愛おしくて大切なことだったんだなって思いますし、一つ一つのピースを無駄にせず糧にしていくことが未来を作るんだってわかると思います。ですからどんなことも楽しみながら失敗を恐れずにやってみること、行動することでエネルギーは回り出しますから、気軽に今できることから一歩踏み出してみてください。あなたはすでに大切なパズルのピースを持って生まれてきています。そして今までにいろんな経験をして手持ちのピースを増やしてきました。これからさらに学んだりチャレンジをしたりして必要なピースをすべて揃えていくわけです。私は自分だけのパズルを完成させることができますと宇宙に宣言しましょう。そしてそれがどんな絵になるのかはあなたが決められます。直感に従い流れに任せながら進んでいけば、夢を叶えるために必要なものはすべて手に入ります。あなたは一つ一つのピースがどれをとってもなくてはならない大切な宝物であることに気づくでしょう。どうか皆さん楽しみながらあなただけの絵を完成させてくださいね。はい、いかがだったでしょうか。今回は願望実現のコツについてパズルに例えてお話ししてみました。今回の話が良かったと
と思われた方はグッドボタンとチャンネル登録、そして通知のベルボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次回もお楽しみに。